こんにちは。黒くて丸いだけだと思っていたタイヤにラジアルタイヤという聞いたことがない名前が付けられているのはびっくりですよね。ラジアルタイヤは種類で、タイヤにはもう一種類あったのをご存知ですか？今回は飛行機のタイヤにも採用されているラジアルタイヤについてご紹介します。ラジアルタイヤについてのトピックは3点です。まずはじめに、ラジアルタイヤのラジアルとはどういう意味なのでしょうか。2点目はタイヤの歴史についてで、冒頭でもご紹介したラジアルタイヤともう一種類のタイヤについて触れてみたいと思います。最後にラジアルタイヤの構造についてで、大きく分けて6つの構成部位からできていることはご存知ですか？それでは早速ラジアルタイヤのラジアルについて見ていきましょう。ラジアルタイヤとは航空機だけではなく、自動車産業でも幅広く使われているタイヤです。自動車業界では単なるラジアルタイヤではなく、ラジアルプライタイヤと呼ばれております。ラジアルプライタイヤのラジアルという意味について触れておきましょう。まずタイヤは単にゴムをドーナツ側に成形しただけではありません。タイヤの中にはスチールやポリエステル、またはナイロンなどでできたカーカスと呼ばれる動物でいうところの背骨のようなものが入っております。これがあるので柔らかいゴムでも思ったように成形することができますし、走った時に加わる強い衝撃や荷重に耐えることができます。ラジアルプライタイヤのラジアルとは直訳すると放射状という意味で、先ほどのカーカスが放射状に入っているということです。次にラジアルプライタイヤのプライは何層になっているのかを表しております。この図のようにタイヤはゴム1枚だけでできているのではなく、何層かの層状に形成されております。セブンプライだと7層構造で作られているという意味になります。次にタイヤは大きく分けてバイアスタイヤとラジアルタイヤの2種類であることをご存知でしたか？これが冒頭での質問の答えになります。タイヤの約100年ほどの歴史の中で生まれた2種類のタイヤの種類のうちで、まずはじめに作られたのがバイアスタイヤです。背骨であるカーカスを放射状ではなく、走行方向に対して約45度から60度ほど角度をつけて取り付けられていたので、英語で斜めのという意味のバイアスタイヤと命名されました。図でいうところの14番と16番が斜めに線が入っていると思いますが、このようなイメージです。タイヤの歴史は100年以上遡り、1915年にアメリカのサンディエゴの発明家によって作られました。名前はミスター・アーサー・ウィリアム・サベージといい、彼によってまずはじめにバイアスタイヤが生み出されました。その後1947年にミシュランがラジアルタイヤを世界で初めて実用化しました。バイアスタイヤとラジアルタイヤを比べたところ、操舵性と耐久性がラジアルタイヤの方が優れていたため、瞬く間に世界中にラジアルタイヤが広められ、今日に至っております。バイアスタイヤも長所はあり、低速時や塗装が悪いところではラジアルタイヤに比べて乗り心地がいいとされており、現在では一部の小型バイクや農業機械のタイヤに使われていることがあるので、今度街で探してみてはいかがでしょうか。次に構造について見ていきましょう。先ほどタイヤはゴムだけではなく、カーカスという骨組みによって成形されているというお話をしました。タイヤはこれを含め他にも次に紹介する6箇所の部位によって形成されております。まず1番目がブレーカーコードです。コードという名前の通り、金属の紐でできており、タイヤの強度を増したり、何か硬いものが貫通しないようにする役目があります。2番目がカーカスコードです。これが背骨の役割を果たしております。3番目はビードです。タイヤの内側に来るホイールをがっちりとつかみ、エンジンからシャフトやベルトを通してホイールまで来た動力をタイヤに伝え、タイヤを転がす役目があるのと、ホイールとビードの隙間をなくすことによりタイヤ内の空気を閉じ込め、タイヤ全体のクッション性を高めてくれます。4番目はホイールリムです。一般的によく言われるホイールです。5番目はトレッドと呼ばれるもので、主に地面と接するところです。その表面にはグルーブと呼ばれる溝が掘られております。グルーブの役目は、雨の日、道とタイヤの間に水の膜ができてしまうとブレーキの効きが悪くなってしまうので、その水をかき出し摩擦を上げてくれるものです。その他にも操舵性を上げてくれる役目もあります。
自動車用タイヤの表面には滑らないようにいろいろな方向にグルーブが入っているのをよく見るのではないでしょうか。しかし飛行機は主に滑走路に離着陸します。滑走路にはあらかじめグルービングと呼ばれる横溝が等間隔で掘られているので、水はここで排出されております。そしてランディング時にはかなりの衝撃がタイヤにかかるので、タイヤにグルーブを入れすぎてしまうと強度や耐久性が低くなってしまうので、まっすぐ方向にだけグルーブが掘られているものが多いです。さらに F1 レーシングカーの晴れの日に特化したタイヤはグルーブ自体ないタイヤもあります。最後6番目はサイドウォールです。これはタイヤの横壁です。地面と接しないのでグルーブはつけられておりませんが、タイヤが伸縮するときに激しく伸縮運動をしております。厚さはタイヤの構造の中で一番薄くできているので、ここに釘や枝などが刺さってしまった時にはタイヤのパンク修理は不可能となります。今回はラジアルタイヤのラジアルとは直訳すると放射線状という意味で、カーカスが放射線状に組み込まれているのでラジアルタイヤと呼ばれているというお話で始まり、ラジアルタイヤのお父さんやお母さんにあたるバイアスタイヤという種類があり、それの約30年後にラジアルタイヤが世の中に出てきたことをご紹介しました。そして最後にラジアルタイヤの構造と題し6箇所の部位をご紹介しました。